2500人、皮膚病、腫れ物、発疹、四肢の麻痺、消化器疾患、がん、大量消費、大量購入、大量廃棄、世界中の人々の人権、地球環境、健康、すべてを脅かしているっていう。皆さんこんにちは、東京ビーガンガールのみゆです。服を買うとき、皆さんが一番気にするものって何でしょうか？色、形、デザイン、いろいろあると思うんですけど、その中でも価格は大きな決め手ですよね。最近は手に取りやすい価格でいいデザインのものをたくさん売っているファストファッションのブランドが増えてきて、ファッションを楽しむことがすごい身近になったなというふうに思います。ですが、皆さんは今着ている洋服がどこの誰の手によって作られて布になって縫われて運ばれてきてあなたの手に届いたのか考えたことはありますか？実は洋服には様々なひどい裏側があるんです。ということで今回は映画で社会問題シリーズ第3弾ファストファッションについてです。今回見た映画はザ・トゥルーコストというもので YouTube で300円でレンタルできます。今から5年前の2015年に出たドキュメンタリー映画になってます。今回はファストファッションの仕組み、そしてファストファッションが数多く抱える問題点、現在何が起こっているかについて簡単に分かりやすく説明していきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。はい、ということでまずファストファッションの仕組みについて説明したいと思うんですけど、昔に比べて服って圧倒的に安くなったと思いませんか？私がまだ小学生とかだった頃ってもっと服の値段って高かったと思うんですけど、今ほんと1000円2000円とかで手に入るようになりましたよね。ファストファッションは短期間で服の価値っていうものを大きく変えました。これまでファッション業界には春夏秋冬の4つのシーズンしかなかったんですけど、ファストファッションにはなんと52個毎週シーズンが存在して、毎週新しい製品が売られています。そしてそれらは安い時は何百円、高くても大体1万円とかで買えるようになりましたよね。でも普通に考えて日本人の人件費でそのくらいの安い値段で洋服を作ることって不可能じゃないですか。日本で現在流通している服っていうのは約 95% から 97% は輸入されているもので、私たちの着ている服のほとんどが人件費が低い国、発展途上だったり開発途上だったりする国で作られています。そしてその現場では過酷な価格競争が起きています。例えば A 社が1000円で服を売っているとすると B 社は900円で売りたい。その B 社の服を見た C 社は800円で売りたいっていう風に、安ければ安いほど人が買うっていう仕組みになっているので、どんどん価格を下げようとしますよね。でそのしわ寄せがどこに行っているのかっていうと、外注している工場に安く作ってもらうほかないんですね。大手のファストファッションの会社から仕事を請け負いたい立場の弱い工場は、別に私たちはどこの会社でも頼めますよ、あなたじゃなくてもいいんですっていう風に言われたら、仕事を得るためにはその安い値段を飲み込むしかないじゃないですか。なのでこのような仕組みのせいで日給たったの2ドルで働いている発展途上国の人たちが数多く存在します。ファストファッションっていうのはそういう人たちの辛い労働の上に成り立っています。2013年4月24日、南アジアのバングラデシュの首都ダッカにある工場で大規模な倒壊事故が発生しました。ラナプラザ崩落事故です。この事故によって失われた人命は1000人を超え、負傷者は2500人を超えています。原因は建物の老朽化と違法に置かれていた発電機だというふうに言われているんですけど、その事故が起こる前に従業員たちはすでにそのビルに亀裂が入っていたのを報告していたらしいんですね。だけれど仕事に来なかったらクビにするっていう風に上から言われて働いていた人たちが大勢いたそうです。しかも警察も退去命令を出していたようなんですけど、安全管理を怠り利益だけを追求して過酷な労働をさせ続けた企業が招いたファッション業界史上最悪の事故となりました。ラナプラザの惨劇の翌年、衣服業界の売り上げは過去最高になって3兆ドルにも達しました。人の命を脅かすようなことが莫大な利益を生んでいるはずの業界でどうして起きてしまったんでしょうか。世界の衣服工場で働く人々は約4000万人、そのうちの400万人がバングラデシュにいます。自分が一生着ない服を先進国の人たちのためだけに作り続けています。労働者の 85% 以上は女性で、過酷な労働を日々こなしているため、自分の子供の面倒も見きれないので、結果的に親戚や市外に住む家族のもとに預けて、自分は子供を育てられないということが起こります。でもなんで働いているかって、それはその子供にいい教育を与えていい未来を作ってほしいからっていうのがあって
お母さんたちはすごい頑張って働くんですね。年にたったの1回2回しか会えないというような状況の労働者の方々がたくさんいます。次に材料に目を向けてみましょう。服の大半は綿花からできる繊維でできていますよね。このコットンの栽培っていうのもファッション業界がファストファッションへとシフトしていくのと同時にどんどん変わっていきました。4シーズンしかなかったのが52シーズンになったイコール、その分だけコットンを生産しなければならないということなんですね。服の消費量は昔の4倍以上にも増えているそうです。ちなみにコットン1キロを作るには2万リットルもの水が必要で、その1キロでできる洋服って T シャツ1枚とジーパン1本だけなんですよ。洋服って実は資源をすごく必要とするんですね。コットンって植物なので栽培できる量って普通ならば決まってるじゃないですか。自然の摂理にのっとっていたら安定した供給を得られないっていうので、昔からのナチュラルな製法とは変わって強い化学肥料が使用されるようになりました。ですがその土地原産の植物っていうのは強い化学肥料に耐えられないんですね。そこで何が生まれたかっていうと GMO の植物、つまり遺伝子組み換えのコットンが販売されるようになりました。BT コットンというものがあるんですけど、それはその殺虫剤成分を生み出すバクテリアの遺伝子が追加されているもので、害虫を自力で駆除する上に農薬にも強いっていう名目で作られていたんですけど、効率化を図るためにバーって飛行機みたいなのを飛ばして農薬を重きし一気に撒くんですね。でそんなことをしてしまったら土壌もどんどん悪くなっていくし、この生態系もどんどん崩れていくし、でもそういうことが普通になっていったんですね。 BT コットンは特許を取得されているのでそこの会社しか販売できないんですよ。でもそれをしないと供給量が間に合わないからそれを買うじゃないですか。その種っていうのは通常のコットンの種の170倍も高いんですね。だから農家は借金をしなければならない。なのにもかかわらずそのコットンの殺虫効果っていうのはすごく薄いので、殺虫剤っていうのをまた買わなきゃいけなくてどんどん借金がたくさんでいく。でも収穫量っていうのは土壌が化学薬品に汚染されているからどんどん減っていくっていう負のスパイラルなんですね。負債がかさんで農場、自分の土地を差し押さえられた労働者たちは絶望して自分の畑で殺虫剤を飲んで自殺してしまうっていうケースが非常に多く起きました。1999年からの16年間でインドの農業従事者の約25万人、30分に1人が自ら命を絶ったそうです。歴史上で本当に最大の自殺率です。綿花栽培をしている地方であるインドのパンジャブ地方では先天性欠損、先進病、がんの患者がすごく増えたそうで、働く医師は何百人もがんで苦しむ患者を目にするようになり、一つの村に60人から70人もの子どもたちが障害を持って生まれるようになりました。でも小さな農家はさっき言ったように資金力がないので治療を受けさせられないんですね。なので農家の人々はもう我が子は死んでいくのをただただ待つしかないっていうような状況になっているところもたくさんあります。この映画が世に出た2015年には遺伝子組み換えの作物を作っている会社、化学肥料を作っている会社、そしてがんの治療薬を作っている会社が全て一緒でした。もちろん企業は農薬の健康被害なんて否定しているんですけど、つまり人ががんになったら儲かる仕組みっていうのがあったんですね。次に環境問題について考えてみましょう。今お話ししたようにコットンの栽培過程っていうのでも土壌が化学薬品によって汚染されて生態系が壊れてということが起こってるんですが、同じくインドのガンジス川のほとりに位置するカンプールっていう地方でも大規模な環境汚染とそれに伴う健康被害が起きていて、なんでかっていうとこのカンプールっていう地方は革製品の輸出の中心地なんですね。ファストファッションによって安い革の需要がどんどん高まっていって、革を染めるために使われるクロミニウム6などの強い化学物質が使用された汚水が毎日5000万リットルも流れ出ていて、ガンジス川っていうのはインドに住んでいる8億人のヒンドゥー教徒の人々にとって非常に重要なだけでなくて、北インドの人々の生活の主軸となっているものなんですけど、その川の水って人が入る洗濯に使う、人の生活に使われる水にもなるし、唯一の飲み水であった地下水すらも汚染されきっていて、すでに地域全体でどの村も本当何十人もの皮膚病、発疹、腫れ物、四肢の麻痺、消化器疾患、がんを
患った人々がいるし、クロミニウムってさっき言った化学薬品が肝機能を弱らせるから、土地に住んでいる人たちの 90% 以上が貧血に苦しんでいます。こうして作られた革製品ってファッション業界で使われているじゃないですか。でも自分が身につけているものが一体どういう風に製造されてきたかなんて誰も考えないんですよ。ファッション業界は石油業界に次いで2番目の汚染原因であるっていう風に言われていて、環境に対してすごく悪影響を与えています。今のこの経済っていうのは本来ならば長く使うものである洋服っていうものを消耗品にさせようとしてるんですよね。私たちは着もしないかもしれない服をなんとなく買えるじゃないですか。で、買える値段になっちゃってるじゃないですか。アメリカで年間で購入される服の総数っていうのは20年前に比べて4倍になってます。1100万トンが毎年廃棄されているそうです。で、そのゴミの多くっていうのは分解しないで200年も土地にとどまり続けます。で、有毒ガスっていうのは発生し続けているんですね。大量消費、大量購入、大量廃棄っていう構図が世界中の人々の人権、そして地球環境、そして健康全てを脅かしているっていう仕組みになっていて、それで得をしているのは一部の富裕層のみです。そもそもビジネスをしている人たちはなぜ儲かるかって、私たちが買うから儲かるわけじゃないですか。だから消費者側が意識を変えていかなきゃいけないんですね。では現在の話をしましょう。2015年にこのザ・トゥルーコストっていう映画が世に出てから少しずつ人々の中にそのサステイナブルっていう概念だったりエシカルっていう概念が生まれてくるようになりました。皆さんちょっと見たことあるかもしれないんですけど、最近ユニクロでも2020年まで包装の 85% のプラスチックを減らしますだとか、あとザラも2025年までに全ての製品をサステナブルな素材で作るっていう目標を発表していたり、前からサステナブルっていうものにすごく力を入れているパタゴニアだったりとか、エシカルな服のブランドっていうのもどんどん数を増やしてきていたり、いい流れは来ているんですけど、今のこのコロナの騒動が原因でバングラデシュにある工場は軒並み注文をもうすでに作っていたものも作ろうとしていたものもキャンセルされていて、バングラデシュで基盤となっていたその服飾産業っていうものにすごい大きなダメージがいっているんですね。それは200万人以上の労働者に影響を与えています。今のこの状況っていうのは2013年に起こったラナプラザの崩落事故の100倍悪いっていう風な労働者の声も出ています。いくら待遇の改善を図るって言っても、それが実際に行われているところっていうのは本当にまだ一握りでしかないんですね。結局しわ寄せが行くのは弱い立場にある人たちのところばかりなんです。ザ・トゥルーコストの中でバングラデシュの服工場で働くある女性が取り上げられていたんですが、その女性が言ってたのは、誰も私たちがどれほど過酷な状況で働いて服を作っているのかということなんて知らない。あなたたちの服は私たちの血の上に成り立っている。誰にも血でできた服なんて着てほしくない。労働環境の改善を求めますというようなコメントをしていました。もしあなたがこのような産業に投資したくないというふうに思うのであれば、そこから服を買うのはやめるべきだし、消費者の私たちにできることは自分が思っているよりももっとたくさんあると思います。服を長く着ること、アップサイクルされているもの、例えば元からあったものを何かに生まれ変わらせているものを買うこと、リサイクルされた素材でできている服を買うこと、古着屋さんから服を購入すること、エシカルなブランドから服を買うこと。ザ・トゥルーコストの中でもフェアトレード、発展途上国の労働者、生産者の生活改善と自立を支援する、自分たちで生きていけるような仕組み作りをしっかりしているブランドもたくさんあります。多分ピープルツリーって聞いたことある方多いかもしれないんですけど、作り手の存在が透明なものを購入する、そしてそれを本当に大事に長く使うっていうのも私たち消費者にできることなのかなというふうに思います。ぜひ皆さんザ・トゥルーコスト見てみてください。今まで自分がどういうものの上に生きていたのかっていうのを見つめ直せる映画だと思います。私はとりあえずこれからファストファッションで服を買うのはやめます。なので古着屋さんとかエシカルなブランドとか、自分がこれから身につけていくっていう風に決めたものや長く使えるようにするためのコツとかもいろいろ今後発信していけたらなという風に思うので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。
はい、ということで重たい内容でしたがご覧いただきありがとうございました。よかったら感想だったりとか取り上げてほしい社会問題なんかもコメントで書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。